どうも、ベトナム在住の浮津です。今日はね、このスーパーカブのクランクケース、合わせ面ですね。ガラスの上にね、サンドペーパーを置いて吸って、綺麗にしていきたいと思います。これね、ミッションのギアの入りについては、結局これがね、硬すぎたってことで、今はね、スムースというか、ちょっとシフトドラムの中で硬い部分がある気はするんだけども、ね、たまにちょっと止まるけど、まあなんせこれが軽いんでね、こんな感じですね。とりあえずこれで OK にします。それで開けていくんだな。その前にノックピン、これノックピンがね外れてなくって、いつも私ね取れない時ってニッパーで取ってたんですよ。こうやってガッと挟んでね。でまあそれで取れるんですけども、ニッパーですからね、この刃で横が傷ついて、まあそれをサンドペーパーじゃないや、ダイヤモンドヤスリでね鳴らして使い回したりしてたんですけど、ちょっと私が所属しているFacebook 上のカブクラブっていうのがあって、このエキストラクター、これをね使えば簡単に外せるって書いてる人がいて、この際これじゃちょっとでかいじゃない、小さいのか、こっちか。これを使った方がね簡単に取れるって言ってて、まああと念のためスプレー、潤滑スプレー吹いた方がいいというんで、こいつをね使ってみます。お回ってる。そういうことか。取れましたね。ちょっとこれはそんなに固着はしてないと思うんだけど、うわ、こっからが外れんか。うわ、こっちに食い込んじゃったな。こうだよね。せっかく取れたんだけどね、ここで食い込んじゃった。あ、取れた。だからあんまり無理をせずに軽く入れて、あ、こっちも回った。いけるじゃん。ここから抜くとき、あ、いけた。まあなかなかいいやり方なんじゃないんですかね、こいつ使うの。さあ、じゃあここら辺も外していきましょう。ここも一体何が起きてたんでしょうね。今ちゃんと止まるもんな。いやー、まだまだわからないことがたくさんありますね。こっち側は終わりだね。で、反対側が、そう、ここにもね1個残ってたんですよ。こいつも一応スプレーしようかな。お、いった。うわ、こいつは硬いけど回ってはいるんだ。いったね。硬かったってことはここでやっぱ抜けるのかな。ここの抜き方を考えなきゃいけないね。どこだから、ここでね傷つけずに外したいんだ。で、こっちか。まあいけるね。さあ、これで分割。うわ、違う、こっち側から取っといた方がいい気がする。
どっち側からでもいいんだけどもね。あ、そっか。これも8ミリだけど、ちょっと待って、こいつが倒れた。ういういうい。ミッションを崩したくないんだ。これでいいでしょう。ここやね。こいつは多分もう一個でっかいやつだ。これでなんかこれはちょっと、スプレーし忘れた。先に剥ぐか。いや、ちょっとここは怪しい感じだぞ。うわ、食い込むけど、これは潰れるな。違うかな。いや、これね、先取ろう。こっちはこっちは回った。オッケー。さあ、もう一個どうするよ。あと一個がね、取れないんだけど、ちょっと食い込み方がやばそうな感じなんだよな。いや、ちょっと待って。これ使ったら、全然ダメか。これを取りたいんだがな。これ無理か。このノックピン余分はあるから潰してもいいかな。どうしようかな。やばい、これ以上回しちゃいけん。ここが開いたね。これはちょっと待ってよ。この状態で上に抜けた抜けた。ここに切れ目があるタイプだったんでね、開いちゃったんだな。純正ってどうなってんだろう。こんな切れ目あんのかな。まあでもねちょっと開いたけど、まあまあ綺麗に取れました。使い回しはできそうかな。ちょっとこれは違うやつ探すか。落っことした。これも取っちゃおう。今外した 8mm のノックピンね。こっちは開いちゃいました。ただもう一個はね、切れ目がないんですよ。純正の状態がね、どっちが本物かよくわかんないんですが、少なくとも切れ目のないやつにね、これを使うのはいい方法でしたね。まあまあ、OK でしょう。さあ、まずはミッションをね、外しておきましょう。こいつは、ワッシャーは
ないよね。ばらけないようにゴム。これもこれは一緒。うわ向こうのネジ外すの忘れてるじゃん。これバラバラになったら怖いんだよな。どうする？手で持つ？こいつね、段取りしくじりました。これで、おい、いけたいけた。今くるっと回した時にシフトが引っかかったよね。あ、こいつか。はいはい。まあいいや。これでこいつがばらけると分かんなくなるのよ。結局一緒に抜くしかないか。一緒に抜いて、こうね。もうわっしゃ。これでばらけてないでしょう。ゴムで何も残ってないね。オッケー。平面出しをしたいんだよね。こいつですね。これを抜かなきゃいけないから、いい方法かどうか知らないけど、ドライバーをねぶっ刺しちゃうんだ。これでかな。でこいつが裏表があるんだ。この出っ張りのある方が内側のね構造なんでは間違えないようにこうやってね留めときましょう。それでこいつね、ここのベアリングがちょっと硬いんだけども、これは多分ねこいつだ。私がね奥まで入れすぎてるからちょっと手前に引いてみよう。ちょっとまた潰れた精密ドライバー出すけど、これじゃ取れんか。ここは普通のドライバーの方が良かったかな。普通のドライバー出してこよう。これもね本当はちゃんとした専用工具使わないと周りを傷つけるとやばいんだが、こいつがね抑えられそうだよね。もうゆるゆるだ。大丈夫です。これもギアの硬い理由だったのかな。まあ OK ですね。でクランクケースがね随分オイルの黒い汚れが沈んではいたんだけど、多分これパースクリーナーで取れるんだ。こびりついてはないんでね。そうですね、綺麗に取れそうなんで今回はメタルクリーンを使わなくていいですね。ちょっとこいつはね外で綺麗に洗ってきます。そうじゃないとここでやるとねカメラも汚れちゃうし。これクランクケースねこんな感じで綺麗にできました。平面がねちゃんとしてるのかちょっと確認していきます。どうするかといえばマジックで色塗ってサンドペーパーの上でこするんだな。思ったほど色がつかないな。こっちならいけるのか。全面塗ってないけどこんな感じでわかるんじゃないのかな。サンドペーパー600番で軽くすってみたらねいいんだ。ちょっと分かりにくいけど一応全部
擦れてんじゃないのかな。ここガスケット残ってたか。ちょっとね、分かりにくい部分あって、あとここが削れてない気もするけど、当たってるんで大丈夫かな。なんか確認になってない？こうやって。あ、大丈夫だ。擦れてますね。当たってるんで OK にしちゃいます。こっちも同じように見ようかな。あ、一応全部うまく削れたから OK だと思います。それでね、クランクケース反対側なんですが、実はね、こっちがちょっと問題あったんですよ。何かっていうと、一つはね、ここにね、なんか金属パテみたいなの塗ってあるんですよ。これがね、何なのかよくわかんないんだけども、削ってしまおうかと思ったんですけどね。反対側が何かアルミで蓋してあって、変に削るとね、こっからオイル漏れてきたりしないのかが不安なんで、ちょっとね、ここ削るのはやめたいんですよ。なんで、まあ、こっち側はね、オイル漏れないんで、軽く、これで、擦っておいて、こっちだ。ここはね、ちょっとこの砥石で削ってというか、平面確認にならないんですけどね、ちょっと擦っておきます。ね、ここが出てるから、一緒に削れないんですよ。まあ、綺麗なんじゃないのかな。それでもう一個の問題だ。これね、もう一個の問題が何かっていうと、ここのベアリングがね、ちょっとゴリゴリしてるんですよ。他はね、いい感じで、反対側も問題ないんだけども、ちょっとこれだけね、おかしくって、なんかゴミでも入ってるのかなと思って、いろいろね、潤滑スプレーとか、パーツクリーナーで、掃除してみたんですけども、硬いまんまなんですよ。なんで、こいつはね、ちょっとベアリング交換するしかなさそうです。なんでね、今日はここまでにして、次回このベアリング交換をしてからミッションをね、トランスミッションを組んでいきたいと思います。なんで今日はここまでです。それではまた。